皆さんこんにちは、ケンです。最近は YouTube で日本語会話の動画をたくさん投稿しています。日本語を勉強していて、まだ僕のチャンネルを登録していない人は、ぜひチャンネル登録をして、たくさん日本語の会話を聞きましょう。今日の動画も日本語会話の動画です。そしてゲストはもしもしゆうすけさんです。まずはこの後の会話で出てくる大切な文法を一つ紹介します。もしも、たら、もしという言葉を聞いたことがあると思います。もしもはもしより強い言い方です。可能性がほとんどゼロのことやありえないことを話すときに使う言葉です。例えばこの文章、もしもタイムマシンがあったらどの時代に戻りたいですか？これはタイムマシンはありません。でももしタイムマシンがあったらというニュアンスです。はい、じゃあ日本語会話の動画に行きましょう。こんにちは。こんにちは。はい、ゆうすけさんです。今日、どうも。はい、久しぶりですね。久しぶりですね。うん。去年、いつぐらいですか？半年ぶりぐらい。そんなに経ちましたか？いや、そんなに経ってないですか？まあ、なんか時々メールで話したりしてるから、はい。なんか全然久しぶりな感じしないですけど、うん。直接話すのは4ヶ月、5ヶ月ぶりぐらい。まあ結構経ちましたね。そうですね。今日は、ゆうすけさんに聞きたい質問があって、はい。はい。もしも、ゆうすけさんがうん。日本の総理大臣になったら、日本の何かを変えたいですか？もちろん変えたいですよ。変えたいですか？はい。もちろん。じゃあ、何を変えたいですか？面白い質問ですね。真面目に回答した方がいいですか？それとも面白い回答した方がいいですか？ああ、面白い回答でいきましょう。もちろん。えーっと、国家を変えます。国歌、その国の歌、国家。国歌。はい。国家を変えます。おー。まあ、賛否両論あると思うんですけど、うん。今の日本国歌は、君が代はい。っていう曲なんですけど、第二次世界大戦の時から使ってる曲ですよね。うん。もうちょっと明るい曲にした方がいいと思います。ああ。で、日本国歌が使われる場面は、多くがスポーツの場面なんですよね。そうですね。確かに。なので、スポーツ選手を鼓舞するような明るい曲にしたいです。うん。うん、あるいは高揚感のある曲にしたいです。はい。うん、じゃあ、うん。うん、ゆうすけさんがうん、作詞、作うん。曲をしたいですか？したくないです。あれあれ今ある曲でいいんじゃないですか？今ある曲。今ある曲？うん。うん、アニメの主題歌とか、おー。エヴァンゲリオンの主題歌、あれ日本国歌にいいんじゃないですか？おー。あ、そのまま借りるって感じですね。そうですね。歌を借りますね。はい。すごくいいと思いますよ。えなるほど。確あ、かに、これは、うん、あとこれは面白い。は、うん。あと、僕が総理大臣になったら、はい。首都移転。首都移転。ああ、今、東京ですね。でも、ど今、東京でこにすね。移転させたいですか？どこに移転させたいというよりも、うん。まず東京じゃないところに首都があるべきだと思いますね。うーん。あ、それはどうしてそう思いますか？混みすぎてるから。ああ、なるほどね。うん、だって、経済活動も、政治活動も、もちろん物流も、
うん全部東京に集中してるじゃないですか。はい。昔はそれで良かったのかもしれないけど、うん。それだと東京に限界が来てしまうんですよね。もう限界来てるんですけどね。うん。なので、せめて政治機能だけでも別の場所に移して、そうすると東京がちょっとすくじゃないですか。はい。国会がなくなる、政治家がいなくなる。そうすると、国会のような広い場所で経済活動したら、もっと東京は経済力が増すし、うん政治機能が来た地域は経済発展するし、うん経済格差がなくなるから、政治機能を他の地域に移します。うんまあ、どこがいいですかっていう質問に対しては、まあ、どこがいいって答えられないですけど、まあ、香川県高松市でいいんじゃないですか。ああ、うん香川県高松市ね。うんいい場所ですね。いい場所ですね。香川県高松市ってポテンシャル高いと思うんですよね。ゆうすけさん、この前、うん高松市に行きましたね。行きました。うん。日本って北海道、本州、四国、九州っていう4つの大きな島で成り立ってる国で、もちろん小さい島もたくさんありますけど、その中で四国だけがうん。すごく大きな都市を持ってないんですよね。うん。日本には1億人人口がいるんで、もっと広く土地を使った方がいいと思うんで、うん香川県高松市が首都になったらいいんじゃないですか。ああ、なるほどね。そしたら経済的なバランスも取れるし。高松市ってすごいんですよね。うん。気候が安定してるし、自然災害が少ないし、うん。あと、ある程度平地もあるし、空港もあるし、確かに。港もあるし、海が荒れてないし、うん。日本の首都としては最高の場所だと思いますよ。いいことばっかりですね。いいことばっかりですね。うん。なので僕が総理大臣になったら、10年以内に首都を高松市に移す。おー。真面目に答えちゃいましたね。はい、総理大臣になるわけないんですけどね。まあまあまあ。はい。まあ、可能性はゼロではないんじゃないですか。まあ、ゼロでしょうね。はい。そうですか。はい。いや、ありがとうございます。いえ。はい。はい。今日の動画はこれで終わりです。はい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまたね。はい。はい。